今回は円の面積をテイラー展開を用いて計算することで円周率を求めていくのだ。テイラー展開って前回の動画でやったやつね。そうなのだ。前回の内容を簡単におさらいすると、テイラー展開について詳しめに説明し、サインの逆関数であるアークサインのテイラー展開を計算し、x に2分の1を代入して得られるこの等式を用いて円周率を計算したのだ。一応 x に1を代入したこの等式でも円周率を計算したけど、収束が遅くて使い物にならなかったわね。そうなのだ。ちなみにアークサインはこれを半径1の円の4分の1とした時、ここの長さに対するこの個の長さに一致するので、前回の円周率の求め方は円周の長さをテイラー展開して計算したと言えるのだ。ここまでの内容を詳しく知りたい人は概要欄にリンクを貼っておくので、前回の動画を見てほしいのだ。今回の動画では長さではなく円の面積、つまりこの積分をテイラー展開を用いて計算することで円周率を計算してみるのだ。そして前回の方法と比較し、どのような関係があるのかを見ていくのだ。それではこの積分のテイラー展開を求めていくが、その前にテイラー展開について軽くおさらいするのだ。何回でも微分できる関数 f に対して Rn を f を n 足す1回微分して n 足す1回積分したものとすると、この等式が常に成り立つのだ。そしてこの Rn が n の無限大への極限で0になるなら、このような等式が成り立つのだ。関数 f に対してこのような級数を得ることをテイラー展開というのだ。詳しくは前回の動画を見てほしいのだ。それでは f を円の面積を表す積分として f のテイラー展開を求めていくのだ。f を微分するとこのようになるので、さらにこれを微分してと続けていけばよいのだが、実はこのまま微分を計算していくのはかなり面倒なので、代わりに x の2乗を x に置き換えたこの関数のテイラー展開を計算するのだ。gx は 1-x の2分の1乗と表せるので、 g の微分は合成関数の微分の公式から奇数の部分かける奇数をマイナス1したものかける 1-x の微分となるが、この部分はマイナス1なので整理するとこのようになるのだ。次に2回微分を計算すると定数はマイナス2分の1で奇数がマイナス2分の1なので、マイナス2分の1に奇数をマイナス1したものをかけて 1-x の微分をかけたものになるが、ここがキャンセルするので整理するとこのようになるのだ。3回微分は詳細は省略するが、この部分に着目して同様に計算するとこのようになるのだ。これを繰り返すと g の n 回微分はこのようになるのだ。とりあえず指数の部分を前に出して指数をマイナス1して全体をマイナス1倍すればいいのね。これで g の n 回微分が計算できたが、少し見やすくするために前回同様一つ飛ばしの積をこのような記号で表し、この部分をこのように表すのだ。ただし n=1 の時はこの部分がマイナス1になってしまうので、0とマイナス1の時はとりあえずこのように定めておくのだ。 n=0 の時はマイナス3になってしまうけど、どうするの？マイナス3の時はマイナス1としても良いが、この動画では n=0 の場合は特別扱いし、この記号は使わないことにするのだ。ちなみに x=0 の時はこの部分は1になるので、この部分だけが残るのだ。よってこの式を計算すると k=0 の時 g0 は1であり、残りはさっき計算した通りこのようになるのだ。ここでこの部分は k の階乗の角項に2をかけると 2k までの偶数の積になるので、このように表すことができるのだ。 Rn ってなんだっけ？ Rn は g の n 足す1回微分を n 足す1回積分したものなのだ。さてルート 1-x2 乗は g の x2 乗に一致するので、さっきの式からこのように表されるのだ。よってこの積分はこのようになり、前の部分の積分を計算するとこ
このようになるのだ。これで円の面積を表す積分に関してこの等式が成り立つことが分かったのだ。後ろの項は x の絶対値が1以下の時 n の無限大への極限で0になることが知られているのだ。それを認めれば極限を取るとこのようになり、これでテイラー展開が求められたのだ。この部分が本当に収束するのかということについては面倒なのでこの動画では省略するが、前回の動画でも似たようなことをやっていて、それと同じ方法を取れば x の絶対値がルート2分の1より小さい時に0に収束することが示せるのだ。絶対値が1以下の時の収束はその証明が書いてある記事のリンクを概要欄に貼っておくので、気になる人はそれを見てほしいのだ。さて、これでこの積分のテイラー展開が求まったので、これを使って円周率を求めていくのだ。x イコール1の時は左辺の値は半径1の円の面積の4分の1なので4分の π、 右辺は上の式の x に1を代入してこのようになるのだ。これを n イコール1から計算していくことで円周率を計算するのだ。比較のために前回の動画で計算したアークサインの結果を一緒に並べるのだ。円周率の正確な値は上に書いておいて、1項ずつ円周率を計算していくとこのようになるのだ。アークサインと比べると面積の方がはるかにいいわね。とは言ってもアークサインがひどいだけで面積の方もそんなに速くないのだ。アークサインは x が2分の1の時の方が収束が早かったんだから、面積の方も2分の1の時の方が早いんじゃない？ではそれも計算してみるのだ。そのために右の積分の x イコール2分の1での値を計算するのだ。これを半径1の円の4分の1、ここの長さを2分の1としてこの部分の面積を求めるのだ。まずこのように線を引き、扇形と三角形に分割するのだ。するとこの角度は30度になるので、扇形の面積は4分の π の3分の1で12分の π となるのだ。三角形の面積は3平方の定理から高さが2分のルート3なので8分のルート3となるのだ。これで積分の x イコール2分の1の値が求まったので、一番上の式の x に2分の1を代入してこのようになるのだ。これを計算して円周率を求めると、先ほどと同様にアークサインの結果と並べてこのようになるのだ。アークサインの方は小数点以下7桁目まで、面積の方は小数点以下8桁目まで求まっているから、面積の方が少しだけ効率がいいのね。そうなのだ。良いところはそれだけでなく、アークサインは円周率の下からの評価しか与えられなかったが、面積は円周率の上からの評価を与えているので、2つを合わせて円周率を上下から評価することができるのだ。確かにアークサインだけだと円周率がどのくらい大きいかわからないし、面積だけだと円周率がどのくらい小さいかわからないから、2つ合わせてようやく円周率が求められるのね。一応右の値が円周率より大きいことを確認しておくと、計算に使った式はこのようなものだったが、この部分が負の値なので計算するたびに値が小さくなっていくのだ。これが4分の π に収束するということなので、 n を途中で止めた値は4分の π より大きくなるのだ。ここも同様に負の値なので、こっちも計算するたびに小さくなっていくのだ。さて、2つの円周率の求め方を比較したが、最後にこれらにはもっと具体的な関係があることを見ていくのだ。さっき用いた図の2分の1のところを x に置き換えて、まず青い三角形の面積を求めると、三角形の高さは3平方の定理からこうなるので、青い三角形の面積はこうなるのだ。緑色の扇形の面積はこの弧の長さがアークサイン x で円の面積は π なので、弧と円周の比から
扇形の面積はこのようになるのだ。解が約分できるので整理するとこうなるのだ。よってこのような等式が成り立つのだ。こんなに単純な関係があったのね。x イコール1の時は積分の値は4分の π、 ここは0でここは2分の1の2分の π。 x イコール2分の1の時は積分はこの値、ここは8分のルート3でここは2分の1の6分の π となるので、この部分は円周率に何の関係もないように見えるが、テイラー展開するとこの部分がうまく効いて収束が少し速くなるのだ。じゃあ別の関数に置き換えるともっと速くなるの？なるかもしれないが、良い関数を見つけるのは難しいと思うのだ。この部分をルート 1-t の2乗の3乗や5乗に置き換えると何か得られるかもしれないが、それは視聴者に委ねるのだ。それではこれで今回の動画は終わりなのだ。内容の補足と計算に使ったサンプルプログラムを公開しているので、気になる人は概要欄から見てほしいのだ。動画が面白かった、ためになったと感じた人は高評価、チャンネル登録をお願いします。それではご視聴ありがとうなのだ。また見てね。